んにちは、15メートル級女子高生の羊メイです。今回は超大型巨人について考察します。100年前の本来の超大型巨人はもっと大きかったのではないかという説です。そもそも超大型巨人は小さすぎます。はじめは15メートル級の巨人よりも、ウォールマリアの壁よりも大きい。とんでもなく大きい巨人でした。でも、壁の中の巨人の大きさが50メートル級。地下の壁の基礎部分も一人の巨人で作っているとしたら、壁の巨人は60メートル級でもおかしくありません。そもそも始祖の巨人の力を使っていない。王家の巨人よりも小さいですし、壁の巨人が始祖の巨人の力で大きくなったのかもしれませんけど、始祖の巨人の力だけで60メートル級の巨人を作れるなら、60メートル級巨人は超大型巨人なんて呼ばれないのではないでしょうか。それで、こんな仮説を作りました。壁の巨人を作るときに超大型巨人の力も使ったのでは？そして、超大型巨人の力を使った結果、超大型巨人が本来の大きさになれなくなったのでは、という説です。壁の巨人波数1000万という話がありますので、壁作りに1000万人の巨人が使われたとします。そして1000万の巨人に超大型巨人は力を、そして大きさを分け与えたとします。進撃の巨人の世界では普通のエルディア人が15メートル級になれる世界なので、力を分けてどうなるかはわかりません。そこで現実の世界で1000万人の巨人に超大型巨人が体積を分けたものとして考えました。体積ベースで大きさを分け与えたと考えると、50メートル級の巨人を1000万人作るとなると、縦、横、高さでそれぞれ220倍の大きさの巨人が必要になります。ということは、超大型巨人はもともと高さ11000メートル級だったという計算になります。11000メートル級だったら、普通の人から見たら、もう巨人ではなく、ただの果てしない壁になりそうですけども、これくらいの大きさだったら、壁の巨人と比べても超大型と言えるでしょう。ちなみに、11000メートル級になった超大型巨人はどうなるか？頭部はエベレストの高度。酸素も薄いので、超大型巨人になってすぐに気絶します。攻撃方法は、気絶した後の倒れ込みです。ある意味、地ならしより怖いです。進撃の巨人の物語のスケールを考えると、実際にここまで大きくなることはないでしょうが、壁作りには始祖の巨人だけでなく、超大型巨人も協力した可能性。そして、超大型巨人が力を分け与えた結果、本来よりも小さくなったという可能性は捨てきれません。そうでなければ、60メートル級の巨人は、始祖の巨人がいくらでも作れる普通の巨人ということになりますから。今回の考察はいかがでしたか？計算が多かったでつまらない考察だったかもしれませんが、インパクトの大きい考察だったのではないでしょうか。今回の考察についてご意見あればコメントお願いします。あと、チャンネル登録もお願いします。